れは絶対うまいですね。すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、東京ラーメンオブザイヤーことトライをパラパラと読んでいたら行きたいなと思ったのはこちらです。ドン。 JR 新小岩駅から徒歩5分くらいのところにあります仙台自家製麺小池屋分店緑菜さんにお邪魔してます。こちら緑菜さんは今年の3月に仙台の、小池屋というお店の分店という形でオープンしまして、今回の緑菜の店員さんはもともと和食をやってた料理人の方らしいんですが、仙台の小池屋の店員さんとのつながりがあって東京に分店をオープンしたとのことです。鴨中華そば、そして小池屋タンメンはトレンド部門で選出されまして、トライにね2つのメニューが載っていたということで、これはちょっとねどっちのメニューをすすろうか非常に迷ってしまうんですが、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあというわけで久しぶりに新小岩駅降り立ちまして、本日行くお店が、緑菜さんですね。僕は東京ラーメンオブザイヤーっていう、一応業界最高権威を自称している、東京とかね、あと1都3県のラーメン屋さんをもう全部まとめて、もうそこを審査員の方々が審査して、それで一応ね、ランキング形式みたいな感じで発表していく雑誌があるんですけれども、今年の新店部門でねこの緑菜さんが入賞してて、僕緑菜さんねトライ見るまで知らなかったんですよ。もうそれはまずいだろうと。で結構緑菜さんのねビジュアルもめちゃくちゃ良さそうで、ちょっとにわかがバレる前にねこれ言っとかなきゃいけないなということで、緑菜さん向かっております。そんなわけで緑菜さんへ向かう道すがら、皆様からいただいたコメントを読ませていただきます。コウタ星さん、ありがとうございます。すする TV ファンから仲良くなった方となんとお付き合いすることになりました。きっかけをいただきありがとうございます。おめでとう。そういったねすする TV を一緒に見るとか、ラーメンが好きとかね、で共通の趣味でお付き合いすることになったと。いやいやいいですけどね。なんか使われたのか俺。おいおめでとうございます。そして冬子さん、丸江中華そば巣鴨ぜひ。行けてないんだよなぜか行けてないお店でもある。ちょっとね前に行った中華そば江本さんに前行った時にね、その時にちょっといろいろこの丸江中華そばの話になりまして、いや今度行きますみたいな話をしてもう3年ぐらい行ってないねもうどうすんのっていう。2年ぐらいか、3年は言い過ぎだ。2年ぐらいねちょっと行けてないんですけども、そろそろ行きたいですね。ちょっと丸江中華そばも東京で行ったんで結構有名な、ほんとこう綺麗系のね見た目をしたラーメンになってますので、めちゃくちゃ行きたいですね。ケイタ鈴木さん、ありがとうございます。いつもすするさんの動画楽しく見てます。沼津の笑福ラーメンと半チャーハンすすってください。いいですね。静岡のラーメンがね基本的に好きなので、しかも半チャーハンセットとなるとね、ちょっとぜひ半チャーハンもセットで注文したくなっちゃいますよね。であとね同じく福島県のお店で、つぶらなかぼすさん、ありがとうございます。つぶらなかぼすって俺すごいこの飲み物うちの父親が好きなんですよね。懐かしい。福島市の沼屋に行ってほしい。沼屋さんも行かなきゃダメですね。これ福島県を代表するお店というか、福島市で行ったらねもうこれ行ってなきゃもう嘘だろみたいなお店なんで、ちょっと今度また福島県行った時はちょっと沼屋さんも行ってきますね。トルネードハリケーンさん、富山県魚津市の吉村屋直系のはじめ屋さんに行ってみてください。はじめ屋ね。あと僕はじめ屋さん、でも内田屋もあるか。なぜか博多に急にできた直系ね。あとはじめ屋さんと、内田屋さん行けば一応直系は全制覇ってことなんですよね。家系ラーメンの直系全制覇がねなかなか難しいんですよ。だからこの間香川県でね高松屋行けたのが結構でかかったんですけど、はじめ屋もねなかなか富山県とはいえども結構その新潟と富山の県境ぐらいのところあるんではじめ屋にめがけていかないといけないんだよね、なかなか。ちょっといつかね機会を狙っていきますよ。はい。そして斉谷梅太郎さん、ありがとうございます。六角屋唯一残ってる戸塚店をお願いします。自分が幼稚園児の頃から20年以上通ってるお店をどう感じるか聞いてみたいですと。そっか、六角屋ってもうそうですね、本店がねなくなっちゃってるんで、もう戸塚店だけがもう残ってるってことになるのか。昔の家系ラーメンブームの時はもう六角屋さんってもうめちゃくちゃ行列店っていうイメージあったんですけど、今もね結構また家系ラーメンブーム来てると思うんですが、最近はもう六角屋さんってあんま聞かないもんね。でもやっぱりこうやってちょっとねこう歴史に目を向けてみるっていうのはすごくいいことだと思うんで、ちょっと六角屋さんもねいつか機会あったら行きたいと思います。戸塚店ね。はい。そして筒井大輔さん、ありがとうございます。この世知辛い世の中に光を灯す謎の童貞感を、それ光を灯せてるのか俺は。やっぱ謎の童貞感俺出てるのかな。一応ね結婚もしてるんですよ僕。子供もいて、だから童貞ではないということはもうほぼほぼ証明されてるというか、わかんない、カエルみたいなあれですかね、子供の作り方をしてるかもしれないですかね。ちょっとわかんないですけど、でもちょっとねこの童貞感っていうのはちょっと出すのを目指してるみたいなところもあるんでね僕は。はい。それが伝わってるんであればね、なんかそれは僕としては結構嬉しいかなといったところですね。はい。そして福2号さん、ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。カフ亭さんは行きたいお店の一つです。行くたびに行列がすごいですね。いつも心折れてしまいます。次は諦めず頑張って並ぼうと思います。確かにね、お昼時とか結構並んでますからね。ところですするさんにお聞きしたいんですが、撮影にあたって何かメイクされてますか？夫がすするさんが実食中に顔を傾けた時のまつげが長くて上向きに見えるから絶対マスカラとかやってると激しく主張しています。人によって上向きに入る人もいるし、男性でも濃くて長い人いるよと言っても全く譲りません。つけま疑惑すら持ち出します。そして U にこと書いて私の方が短いよとか
クソ失礼なことを言うので後で胸毛むしることにします。ぶしつけな質問で大変申し訳ありません。何らかの形でご返答いただければと思います。よろしくお願いしますということで、いやマスカラはしてないな、してない。僕結構そうまつげ長いですねとかって言われることあるんですけど、まつげはねもう幸いなんか天然物なんですよ。僕本当に養殖じゃなくて天然物。まあ僕青森県っていうね結構寒い今雪の降る県が出身なので県の出身なので、だからなんだって話じゃない。でもねなんかいつもまつげ長いですねって言われてる時俺そう答えてるけど、だからなんでみたいな話じゃない。なんかでもまつげはねほんと昔からなんかマスカラとか何もやることもうほんと天然でずっとこの感じなんで、まあ、多分これからもよっぽどのことがない限りは別にまつげとか切ったりとかしないので、別にまつげ切りに行かないし、まあ、多分このまま行くことになると思いますんで、じゃあどうにかね胸毛むしることだけはね勘弁していただければと思いますということで、以上米編のコーナーでした。というわけで緑斎さん到着しましたんで早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ仙台自家製麺小池屋分店緑斎さん初見戦です。悩んだ結果今回はしゃも中華そばと小池屋タンメンの2杯食いを敢行したいと思います。店主さんと少しお話ししながら待っていると、どうやらしゃも中華そばは特肉がおすすめということで後から特肉しゃも中華そばに変更していただきました。特肉に関しては事前に予習していなかったのでどれくらいの肉量で来るのか少し戦々恐々としながら待ってると、こちらが仙台自家製麺小池屋分店緑斎さんの特肉しゃも中華そばです。バニン綺麗に麺線が整った中太麺がうっすらと見えるしい油の浮いた醤油スープが美しい。青菜にチャーシューの赤も映え、上に乗った親鶏のチャーシューも東北らしくていいぞってことでいただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。パキーン見た目に反して濃厚な味わいで鶏の甘みが一口目からガツンとくる鶏感満載なスープは福島県の川俣シャモと東京シャモ、さらに奥久慈シャモをブレンドしたというまさに三シャモ麺団のような鶏全開なもの。お店曰く醤油と塩の中間とのことで貝を利かせたという返しもしっかり主張してきます。さて今度は麺をリフトアップし12の3ではいスーズル乾水少なめでもシャリッと歯が入るもので俺この麺好き。癖のない風味と力強いすすり心地がすする好みで、乾水少なめな麺は東北を思わせる、そう自分が青森出身だということを改めて自覚させてくれる。ただの中華そばではなく濃厚中華そばと呼ぶにふさわしいスープに引けを取らない存在感、これならノブ小池に改名しなくても人気者になれちゃいます。さあお次は豚の低温調理チャーシュー。一口で食らってみるとジューシー&シルキーな食感が口いっぱいに広がりかなりの美味。そしてここで別皿提供の岩海苔を加えてすすってみると海苔の磯感が味覚の幅を広げてくれてこれまた超合う。途中でお好みの量を入れられるのもポイントです。てな感じでチャーシューは豚以外にも親鶏チャーシューも入っており、竹炭鶏という竹の炭を食べさせた鶏を使用しているとのこと。この鶏は小池屋さんでしか取り扱っていないらしく、親鶏なのでコリッとした食感かと思いきやそこまで力強さはなく食べやすくてパクパクいっちゃう。こうしていろいろフォーカスしているうちにラストの味玉まで堪能して1杯目の特肉しゃも中華そばは美味しく完食。それでは2杯目の小池屋タンメン、特別に調理の様子を撮影させていただきました。タンメンは注文が入ってからスープごと炒める野菜炒め系ラーメンなるもので迫力ある火柱がぶわっと上がり炎だけでなくテンションも上がります。これは絶対うまいですね。そして出来上がったこちら小池屋タンメンです。うわーたっぷりのラー油が入ったパンチのあるビジュアルで花椒も香っていて五感すべてを刺激してくる。最近タンメンにハマっているので楽しみだぞってことでいただきます。さあまずはスープを一口。めい。一瞬全てがフリーズする激アツ演出が入り脳を揺さぶるパンチのある濃厚味がめい。ラー油はじわ辛く濃厚味のスープにうまい具合に調和し、このラー油のおかげで真新しさもあり非常に印象に残るスープ。それではお次に野菜の下から麺を引き上げニヤニヤが止まらないままよっしゃスーズルドルドン。
麺は中華そばと同じくもしゃりとした食感の乾水少なめなもので、この麺にすでにハマっているすするにとっては最高の布陣。タンメンスープとの相性も抜群で、オンリーワンな食感と風味がただただ良すぎる。好みは分かれると思いますが、すするはこの麺が大好きで、たっぷりすすってがっぽりすすってお腹も心も満たされまくり。都度調理でバーニングに炒められた野菜もヘルシー&うまうまで合間に食らえばガッツポーズ。そしてここでブロック型の低温調理肩ロース、ぎゅっと肉の旨味が詰まった食べ応えありありなやつで、野菜のお供にもいいんじゃない。タンメンといえばやはり野菜、その旨味はじわじわとスープに溶け出しつつあります。というわけでスープと麺どちらも好みで、とにかくうまくて、野菜も絡めたりしながら休むことなくどんどんすすっていく。空腹状態ならまだしも、2杯目でここまでうまいと思えるのは本物の証と言っても過言ではなく、最後の一かけらまで残すまいと食べ進めていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。特にタンメンが印象に残る運命一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで小池屋さん行ってきたんですけれども、いやーうまかったですね。私すする結局悩んだ挙句ね、シャモ中華そばと小池屋タンメンの2杯食いをしたんですが、いや個人的にはね、もう小池屋タンメンがもうぶっ刺さりな美味しさでしたね。シャモ中華そばもね、チー油がたっぷりと入っていて、シャモの旨味はもちろんなんですけれども、チー油の旨味もすごく分厚くてあっさりに見えるんですけどね、結構濃厚ヘビーな感じで、なかなか食べ応えのある中華そばといった感じだったんですが、いや小池屋タンメンはね、あれ一回すすったらちょっとハマっちゃいそうですね。スープ一口目はね、表面にたっぷりと浮いた自家製のラー油の味がガツンときたんですけど、このラー油も辛さはそこまでなくて、スープにねよりコクを加えてくれるっていう感じで、まず最初ねラー油がご挨拶してきたと思いきや、豚鶏魚介さらにね塩と醤油も合わさった、さらにもう貝も入ったというスープと合わさって、もう麺すすった時にはね、もう異次元の濃厚なんですけどしつこくない、それでいてね非常に後を引く濃厚な味わいがあって、最初食べた時なんかその濃厚さとスパイス感でなんかちょっと焼きそばみたいな味かなと思ったんですけど、食べ進めていくとね、それぞれの素材の味がしっかり一つにまとまっていって、濃厚でね、その中毒性のある病みつきになるタンメンはねもう最高でしたね。スープはもちろんなんですけど、僕結構ね麺も好きでした。いわゆるラーメンの中華麺とかによく使われるその乾水ってものがあるんですけど、その乾水をね少なめにしているとのことで、この乾水を使わないとちょっとうどんっぽいすすり心地、そしてね食感とか風味になるんですけど、小池屋さんのね麺がなんかちょうどいい感じで、中華麺らしさもありつつ、それでちょっとうどんっぽさもありつつみたいなね、つるっとすすれてもしゃもしゃとした感じのね食感僕すごい好きなので、大盛りもね本来無料のお店なんでね、次回はちょっと麺をねもっとすすりたいなと思いましたね。いやーでもねタンメンはちょっと唯一無二なんで、ぜひぜひ東京にお住まい、じゃなくてもいいですよ、タンメン好きの方はねぜひぜひタンメンぜひ何回言うんだ、ぜひ食べていただきたいですね。うまかったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、仙台自家製麺小池屋分店緑菜さん、葛飾緑菜屋小池屋タンメンめっちゃうまかったです。